こんにちは、千代子です。お元気ですか？ようこそお越しくださいました。以前の動画でサーボモーターを3つ使って羊毛フェルトのクマを改装してリモコンで腕や首を動かせるようにしました。座ったままではありますが、ぎこちなく首をかしげたり手を振ってくれるようになりました。それはそれで可愛いと自画自賛していたのですけど、自立歩行しているところも見てみたくなりました。垂直に立って前進できないものでしょうか。どうせドレスを着ていて足は見えないのだから、車輪のついた台車に乗せれば簡単なのでしょうけど、それだとパレードのフロートかお祭りの出汁のようで、いかにも車に乗せてもらって動いてる感が強すぎます。もうちょっとだけ歩いてる感が欲しいところです。サーボモーターをいくつか使ってマイコンやラズパイで制御すれば、ちゃんと膝を曲げて片足を交互に上げ下げして二足歩行させることが可能なようです。でも今回はまだ洗練された歩き方をするそういうかっこいいロボットには挑みません。目指したのはもっとぎこちない歩き方です。二昔前のストップモーションのアニメ風で、膝は曲げず左右に体を揺らしながらよったよった不器用に歩くぬいぐるみのイメージです。このような TT モーターを一つ使えば、ちょこちょこ歩くミニロボットが作れるみたい。作り方まで詳しく動画も上げてくださってる皆様、ありがとうございます。小学生の自由研究やホームスクールを想定した動画なんでしょうけれど、すみません、大人がアイデアを使わせていただきます。このお手本のような仕組みを作って、その上にクマの上半身をくっつけて動かせないものでしょうか。こちらの材料たち、ああでもないこうでもないと試行錯誤中にその都度出してきて、結局最終作品では使わなかったものも含んでいます。主役はこの TT モーター。小さなモーターと減速用のギアボックスがコンパクトに一体となっているセットで、割と安く入手可能です。というか、実は余談なんですけど、別の目的のために TT モーターと車輪が4個ずつ入ったセットを注文したとき、モーターだけ1個余分に入っていて、返送しましょうかと連絡したら、結構です、持っておいてくださいとのありがたい仰せでスペアが1つできたのです。今回はこのおまけの子に頑張ってもらいます。現段階ではとりあえず電気を流せば動くようにしてみたかったので、マイコンもラズパイもなし、モータードライバーもなしです。こういう回転から水平運動を得る仕組みはスライダークランクというそうなのですが、歯車系のおもちゃをよく観察している人や空間認識能力の高い人なら、小学校低学年でもすぐピンとくるのかもしれませんね。でも私は勘が悪いので、画像を見るだけでは今一つよくわからず、実際にザッと雑に紙で作って確認して、やっとイメージがつかめました。で、このスライダークランクに一応納得がいったところで、こちらの動画のお手本の再現にチャレンジしていきます。学びはまずは模倣からですね。このお子さん向けのお手本動画では、スライムくんがロボット作り簡単すぎなどと言っているのですが、いやいや、なかなかどうして足用のアイスクリームスティックなのですが、結構しっかりして切るのが一苦労でした。工作用のではなくて本物のアイスに使われているものだったら、ひょっとするともっと柔らかかったのかもしれませんね。穴あけに千枚通しを使ったら縦にひびが入ってしまいました。電動ドリルがないので電動ドライバーで代用もしてみたのですが、
この穴開け作業結構大変。シャフトにはまるような大きな穴を開けるのはとりあえず保留して、足の付け根部分はまずは厚紙で代用して試作してみることにしました。ワニ口クリップでモーターと電池をつなげてスライダークランクになっているか確認です。なんだかちょっと危なっかしいけど、とりあえずは動いていますので、これが足の上げ下げになるはず。お手本通りの長さに切ります。お手本のロボットは可愛らしい靴を履かせてもらっているので、こちらの100均の推し活ぬいぐるみ用の靴を履かせられないかなと思って出してきてみたのですが、ボンドで固定したりする前に本当に歩けるのかを確認。足元に紙をぐるぐる巻きにして地面に当たる部分を作って試運転してみます。二足歩行らしい動きはしているのですが、ふにゃふにゃで自立できないんです。居直って横にしてみると、よく進みます。進んでる。でも可愛いというより怖い。何に似ているか考えるととんでもないものを思い浮かべてしまいそうなので、これはトカゲだ、イグアナだと自分に言い聞かせました。これでも厚紙で代用しているところをもっとしっかりしたものにして、体の傾き具合で重心を調節していけば、お手本の動画のように自分で立って歩かせることはできるのかもしれません。ただ、その上にさらにいろいろ乗せて熊の姿を構築するとなると心もとないです。このミニロボットのレシピはそういう使い方を想定しているものではないでしょうしね。と、そんな時、こちらの歩く紙コップの記事を見つけました。かわいい。ツボにはまってしまいました。このよったよったした歩き方、これこそが私が求めているぬいぐるみ歩きです。スイーツが入っていたポリプロピレンの容器を使って試してみます。サーボモーター用の4枚刃保温だと形状が合わないため直接ははまりません。シャフトの穴に短くした爪楊枝を入れ、そこに本を通してグルーガンで固定しました。電池もカップの中に仕込むので、重量バランスのために小石を入れてみました。ワニ口クリップ付き導線をジャンプワイヤーに変えて、曲がりなりにもスライドスイッチでオンオフできるようにしました。カップに竹串を貫通させ、黄色いプラスチックに開けられている穴に通して、モーターが中で倒れないようにしています。悪くはないですね。試作としてはまあまあではなかろうか。ただ、やはりこの上にクマの上半身が来るのは不安です。いっそのこと、やっぱりモーターは横にしてみるか。紙で台車のような形状のハウジングを試作中です。プロなら綿密に計算して設計して 3D プリンターに送るのでしょうね。行き当たりばったり方針の千代子工房では、ああでもないこうでもないと切ったり仮止めしたり剥がしたりずらしたりしながら調節してプロトタイプを作っていきます。ひとまず寸法が決まったら木片をかき集めて作り直します。中身にアクセスして調節できるように箱というよりも木枠のような形にしました。お手本は滑り止めにゴムチューブのソックスを履いていますが、このサーボモーターから借りてきた本にも EVA シートや隙間風テープを貼ってみました。ここで一息入れてぬいぐるみ部分を製作。このコルクをこの筒に入れようというわけです。筒の土台は使い終わったセロハンテープの芯です。ミニマリストじゃないのでいろんなものがうちにあるんです。コルクに刺さった竹串部分に綿や羊毛フェルトを巻いて太さを出し、ドレスを着せます。これをする前の
竹串に頭がついているだけの状態のクマを台車につけて試運転したら、目撃した家族をかなり怖がらせました。なのでここではお見せしません。まっすぐドレスを着たクマの歩行訓練の映像に行こうと思います。ぬいぐるみ部分がくっついたことで重量と重心バランスが変わってしまったので、木片をつないで足代わりのホーンの長さを変えてみたり、調整中ですが、曲がりなりにも自立して歩けるようになりました。進行方向がまっすぐ前ではなくてカーブしがちですが、これもおいおい改善していけるでしょう。時々スカート部分がシャフトに巻き込まれてしまうことがあるので、モーター部分にカバーをつけるか、クリノリンを作ってスカートを膨らませたままにするか、課題はまだありますが、それらしくはなってきました。もっともただ電源オンで前進するだけなら、ロマンという観点ではクリーンエネルギーで動ける昔ながらのゼンマイ仕掛けのおもちゃにはかなわないかもしれないですね。でもこれは電動グマの第一歩。将来的にはマイコンやモータードライバーをつなげてセンサーで作動したり音声を発したり、いろいろできるかもしれません。というわけで、吸ったもんだありましたが、 TT モーターでクマさんが疑似歩行の第一歩を踏み出せました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまたのお運びをお待ちしております。